小僧、どこを見ておる。ここじゃここじゃ。やっと見つけたか。見てわからんか。月見酒じゃ。小僧も一杯どうじゃ。ほれ、上がってまいれ。なんじゃその顔は。まるでさっき起きたばかりのような顔をしておるの。さようか。どうせお主のことじゃから、昼間っから女子とむつんで疲れて眠りこけたのじゃろ。かくか。まあまあ座れ。ほれ。誰か通ったら誘おうと思っておったからな。はじめに通ったのがお主だったというわけじゃ。さあ飲め。越後の地酒じゃからな。わしのお気に入りじゃ。さあ遠慮しないでどんどん飲め。若いくせにだらしないぞ。ほほーお主はまっことたらしいよな。ババアの心をうまくくすぐりよってからに。このつるペタがさように気に入ったか。お主こそどうしたまだ一杯しか飲んでおらんのに、ずいぶんと顔が赤いの。照れるでない。お主が照れるとわしの方まで恥ずかしくなってくるではないか。まあよかろう。小僧も飲め。ほれ。しかしいやな、考えてみるとお主と二人で杯を交わすのはこれが初めてではないか。じゃろ。初めてお主に会ったのはいつじゃったかな。そうじゃそうじゃ。老人じゃと。まあなんじゃ。わしも初めて会うた時はお主を見くびっておったわ。それなりに買ってもいたがの。
お主、面白いことを言っておったら？覚えておらんか？貝と結べと言ったであろう。さような発想、我ら越後の衆には思いつかんことであったからな。感心しつつ、甘いのとも思った。まあしかし、結局ことはお主の理想通りに進んだな。それは謙遜のしすぎじゃろうて。越後のために、御大将のためにも、お主はまことよう働いてくれた。とはいえ、あの頃はまだ尻の青いひよっこじゃったがな。今とは大違いじゃ。ああ、良き男になったものだ。ほれ飲め。酒は大して強くなっておらんようじゃな。それは変わって当然じゃろう。あれから戦も多く経験し、何より女子を幾人も垂らしたのじゃからな。別にからかっておるのではないぞ。そう思うか？不思議なものじゃ。この年になってお主のような小僧に胸が熱くなっておる。あの頃のお主にはわしもそこまで心惹かれるものは感じていなかった。それがの、この顔がざれ言を申しておるように見えるか？わしの言葉を信じよ。お主が良き男になったゆえ、年がいもなくこのわしも胸にときめきを感じておるのじゃ。わしのようなババアには似合わぬ言葉と思うたか？はあ、ならばどう見ておるのじゃ？かわいい？何やらややこしい性癖を持っておるの。もうよい、やめじゃ。体がくすぐったくなってきおったわい。今宵はうまい酒であった。小僧殿のたらしの技も存分に拝見したからな。こんなババアを捕まえて可愛いとはな。よいよい、さように言ってくれるならいつかまたむつみ合おうではないかな。なんじゃ、嫌だと申すのか？はあ？無礼なやつめ、それはどういう意味なのじゃ？
小僧、男に二言はないぞ。これからお主の寝床に邪魔をしても構わんのじゃな。それでこそ新田健介じゃな。攻め時を心得ておる。さればお主のとこへ参ろう。今宵はさほど酔っておらんが、ここから先は小僧殿がたっぷりわしを酔わせてくれるというのじゃな。待て。すまんすまん。